はい。では人物を描いてみましょう。まず中心線を引きます。そしてその上に乗っかった卵の形、これが頭部の基本形です。首は太いので注意しましょうね。肩の線を描いて、頭部はこの真ん中、これが目の位置です。そして残った部分を等分化したところが鼻の線、そして口の位置ですね。目はこんな感じです。鼻を流し角の形に描いたら、光の方向を意識して側面を塗ってみましょう。これは額の側面、頬の側面です。首は全体に暗いのでこのような感じです。目と鼻の間に耳があって全体の出来上がりです。ではこれをもとに実際に描きたいものをデッサンします。目の位置、鼻の位置、口の位置、決まりましたね。では塗ってみます。まずイエローのディープとバーミリオンで薄めのオレンジ色をたっぷりと用意します。これが顔の基本色となります。肌色というのはないんですね。それよりも人間は皮膚の下はどこにでも血液がたっぷり入ってますので、この血液の色、これですね。血液の血の色を塗るんだという意識で描き進めます。ローズマダーを加えてもっと赤くしてみましょう。こうですよ。赤くすればとても生命感あふれた人物にすることができますね。額の側面、頬の側面、そして首は全体に暗かったんですね。少しグリーンやイエロー化の色でも中間色を出してみます。今度はクリムソンレーキ、それでコンポーズブルーでうんと暗い赤を作ったら、顔の日陰を描きます。鼻の下、頬の下、顎の下、そして首の全体の部分ですね。随分立体的になってきたでしょ。人間の皮膚を塗るときも躊躇なく暗い色を置く、ここ大切ですね。ではグリーンでちょっと中間色で顔の側面を描いて、こうですね。今度はローズマダーで唇を塗っています。まず下唇、そしてこの色よりもさらに暗いクリムソンレーキで上唇、こんな感じです。同じような色で目を塗ってみましょう。いつもはっきりと目を見開いているという状態ではなくて、少し細めに開けている、そんなにすると表情が出ていいと思いますね。アンバケ、オオカの色をちょっと加えて、胸元の皮膚ですね。ここも光が当たって血液の色が見える色です。ちょっと調子を整えましょう。では洋服を塗ります。ブルー紫にしましょうか。ここはもう大きく塗りたいところですね。たっぷりの絵の具で大胆なタッチでザクザクと塗っていきましょ
その色で筆を割って髪の毛を描きます。スッスッとタッチを生かしてですね、髪の毛です。耳も同じ色で塗ります。さらにブルーを加えたちょっと暗めのアンバーで反対側の日陰の髪の毛です。これもタッチを生かして描きましょう。その色を先ほどの髪の毛に加えると髪の毛にボリュームが出ますね。さあ、もっと暗い赤を用意して頭部のために首や胸元に落ちた影を描きます。存在感出てきたでしょ。ではブルー系の色を用意してきて、洋服のちょっと縦模様ですね、縦縞の模様をちょっと加えます。バーントアンバー、ウルトラマリン、グリーンもちょっと加えて複雑な色ですね。髪の毛のちょっと暗いところ、もみあげのあたりですね。さあ、全体が見えてきました。では今度はブルー系の色を用意して、この女性がかぶっている帽子を描いてみましょう。この帽子を描く時のコツは、帽子の中に頭部の形が収まっているんだということですね。頭蓋骨が中に入っている、それを意識して帽子を描くことが重要です。全体見えてきましたよね。この帽子の中に頭が入っているという意識ですね。では帽子にもうちょっと色を変化つけて、帽子にも影と日向が欲しいですもんね。大きいタッチで、これはイヤリングですよ。さあ、色にちょっと変化をつけて全体が見えたところで、これで今日の人物のお顔の出来上がりです。はい、今回は人物の頭部を描いてみました。ポイントは、頭部の目や鼻や口の位置をしっかりとしたバランスでつかむことです。また皮膚を塗るときには、皮膚の色というよりも皮膚の下を流れる血の赤色に着目する、これでしたね。あなたのお友達やあなた自身のお顔をぜひ描いて、お友達だったらプレゼントなんかすると喜ばれると思いますね。なお、この後今日使った画材や色について示しておきますので、最後までゆっくり見てください。それではまた。